はいどうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、またナイキのスニーカーを買ってしまいました。といっても、普段買っているようなスニーカーとはちょっと趣が違うので、ちょっと紹介していこうかなと思います。箱はいつものオレンジのボックスなんですけれども、開けていきますと、わかりますかね、これ。ランニングシューズなんですよね。よいしょ。ちょっと左右揃えて見ていこうかなと思います。はい、左右揃えて出してみました。これ何のスニーカーかわかる方いますかね。これはね、3月の5日 ?6 日かなに発売されて出たばっかりのエアーペガサスプレミアムっていう最新のランニングシューズなんですよね。結構真っ黒でシルバーとかレッドのラインが入っててかっこいいなと思うスニーカーなんですけど、普通のファッションとかとは違って最近ちょっとランニングを始めようと思ってまして、それ用に購入したものなんですよね。原宿店のナイキの店員さんにどういうシューズがいいですかねって聞いた時にエアペガサスっていうのから入る方が多いですと。で、私以前に紹介したレトロランシューではあるんですけど、エアペガサス83っていうかなりレトロなタイプのエアペガサスをファッション用ではあるんですけれども履いているんですよね。最新のエアペガサスとレトロな方のエアペガサスですね。全然違いますよね。もう作りとか構造とか同じペガサスではあるんですけど全然違うものなんで、それでもね、持ってるエアペガサスかなり気に入っているので、ランニングってペガサスやっぱりいいんだなということで、最初はねエアペガサス41っていうやつを、候補に挙げてたんですよ。ただそれのね、もうだいぶかっこいいカラーとかが売り切れちゃっていて、ランニングなんで別にいいかなとは思ったんですけど、やっぱり見た目のねかっこよさもちょっと大事にしたいなということで、エアペガサス41はちょっと保留して42が出たら42買おうかなとか思ってたんですけど、そしたらちょうどこのエアペガサスプレミアムっていうかなりハイエンドなモデルではあると思うんですよね。ランニング初心者が履くような靴ではないのかもしれないんですけど、ファーストカラーがこの間出たばっかで白ベースのやつなんですけど、それはねもう人気すぎてすぐに売り切れちゃったらしいんですよね。で、今度この黒赤がちょうど出るタイミングだったので、じゃあもうちょっとお高いですけどこれでいいかなと思ってこれを購入してきました。黒タグにはね合成繊維合成樹脂って書いてあって、完全にランニング用なので、そのなんか本革を使っててとかどうのこうのとかじゃなくて、もう本当にメッシュアッパーでこことかはねテーピングが現代の技術を使って作られていて、ソールの部分が特にすごくて、1層目がこの Zoom X っていうものを使っていて、一番下はナイキリアクト X っていうのを使っていて、真ん中にナイキのこのエアーソールユニットがついているっていう3つの最新テクノロジーをガッチャンコしているっていうとんでもないシューズなんですよ。でこれ実際に私サイズ感とかオンラインで買うので怖かったんで、銀座店の方に行ってですね、もう白の方はね完売しちゃってるんですけど、ナイキ銀座店にはねサンプルシューズが置いてあってサイズ感の試着ができるんですね。なのでサイズ感を試させてもらって、私のいつものマイサイでちょうどいいなということでマイサイをゲットしました。エアペガサス41とかだとハーフアップした方がいいなっていう感じだったりするんですよ。なのでそのランニングシューズはねフィッティングすごく大事だと思うので、その辺はね試着できたら試着した方がいいのかなと思います。もうね初日でほぼ完売みたいな状態。多分最近東京マラソンがあったりとかランニングする方は本当に注目していて、すぐにね購入した方が多いと思うので、どうだろうな、またこれから新色とかも出ると思うので、今回買えなかった人はね銀座店の方に行ってフィッティングだけ確かめて次のカラーを出るのをね待つとか、そういうのがいいんじゃないのかなと思います。で、実際ディテールをねいろいろ見ていきたいんですけど、さっきも軽く触れたんですけど、アッパーはねメッシュアッパーになってます。かなりね軽量化に富んでいて、この親指が当たる部分とかはね厚めの編み方になってるんですが、基本的にはこのぐらい透けちゃってますよっていう感じですね。で、ここがメッシュなんですけど、下側はねちょっとストライプの生地になってて、横に対する強さをここで一応補強しているって感じで、継ぎ目はねこのテーピング、ボンディングというかテーピングでこう熱圧着しているようなテーピングになってて、多分ねこれはね光るんじゃないのかな。このねちょうど足の圧のかかるラインをね押さえてくれてるんですよ。実際足を入れるとこの辺に足の指が当たったりするので、ここでメッシュアッパーが広がりすぎないようにこうクッとしてくれているっていう印象があります。で、内側にはエアーって入ってるんですけど、ソールにはズームって入ってるんですよ。反対側は
内側にズームって入ってるんですけど、ソールはエアーって入っているっていう左右でこうちょっと違っている感じのデザインになっていて、スウッシュはねこうシルバー、これも熱圧着していて、やっぱりこの感じが近未来感というかランニングシューズさを彷彿とさせるというか、メッシュアッパーでブラックなんですけど、シルバーのこのスウッシュ、このスウッシュ私結構好きで、デザイン的にも今回はすごい惹かれたアイテムですね。かかとの内側の方はねちっちゃめのスウッシュが入ってますね。ここが文字が入ってるんで、こっちにはねちっちゃいスウッシュが入ってます。この感じもなんかランニングシューズさを感じていいなと思いますね。こっちも同じスウッシュだったらなんかちょっとつまんないなという感じがしちゃうので、かかとのところにはね翼ですかね、エアーペガサスなんでもう翼が生えたようにこう飛んで走っていけるみたいな、そんな感じなのかもしれないですね。かかとのラインもこうクッとこうなっているので、ちょっと補強というか結構固めでアーチがかかっているもので、インソールはこうエアーズームって書いていて、結構ね薄手だと思います。もともとソールの方でクッション性が担保されているので、こっちでそんなになんかインソールで何かをやる必要はないのかなっていう感じですね。でソールユニットに関してはもうさっきお伝えしたように3つのねナイキの最新テクノロジーが使われていて、とんでもないクッション性を持っているアイテムなのかなと思います。この終端のところはですね、ナイキペガサスプレミアムって書いてあって、ここにちっちゃいスウッシュが入ってて、シューレースのね編み方とかはねシューホールじゃなくて、こういうなんていうんですかね、ギリーシューズみたいな感じのシューホールになっていて、クッションスポンジのところがパンチングされていて軽量化して通気性も測っているような感じになっていて、ここには何か書いてありますね。ブルーリボン社なんで昔のナイキのあれですかね、なんか本社とかの場所なのかもしれないですね。ここのラインが写真だとかなり強いブラッドレッドみたいな感じの色だったんですけど、実物はね結構オレンジですね。なんかそんなどぎつい感じではなくて、ナイキのイメージカラーのオレンジにちょっと近い赤って感じのイメージですね。私的にはもうちょっとここがちゃんとしたブラッドレッドみたいな感じの色でも良かったんじゃないのかなとは思うんですが、やっぱりねかっこいいのでこれは変えてよかったですね。実はねそんなに人気だと私思ってなくて、ナイキの公式さんでも速乾しちゃって、アトモスのオンラインも見に行ったけどもう完売していて、うわどうしようと思った時に、グレイトさんがね販売時間いつも1時間遅いので待機して貼っていたら無事にそっちで買えたっていう感じで、なんとか購入できて嬉しいなっていうアイテムですね。その後ねグレイトさんの方もだいぶなくなっちゃっていたので、結構ね思いのほか人気だったシューズなんじゃないのかなと思います。じゃあねあれこれ喋っててもしょうがないので、レトロランシュのエアーペガサス83とどんだけ違うのかっていうのを実際に履いて確かめてみようかなと思います。はい、実際に履いてみました。どうでしょうか。めちゃくちゃかっこいいし、これ履いてみるとねやばいです。これ下はね固めの地面なんですけど、このシューズを履いた上で歩いてみるともう全然地面の質感がね違って感じるんですよ。特にこうかかとだけでこう浮いてる時にもうグニョングニョンというか雲の上って言っちゃうとなんかチープな表現になっちゃうんですけど、なんだろう、えぐいですこれ。ちょっと語彙力がなくて申し訳ないんですけど、さすがやっぱナイキさんのプライドみたいなものを感じますね。こうランニングシューズといえばうちだろみたいな。いやかなりすごいですね。実際にこれ銀座の店舗さんで試着させていただいた時も軽くね歩いたり小走りで走らせていただいたんですけど、その時もね本当に何これ全然違うじゃんみたいな。エアーペガサス41もかなりいいんですけど、それともまた違う感動があって、もう履いたことによってやっぱり絶対欲しいなって思ってしまったので、これはねかなりお高いんですけれども、それでもね買って正解だったなと、後悔はないよなと思っているシューズですね。カラーリングもねかなり私っぽくていいなと思ってます。ブラックコーデでかなり組みやすい感じ、差し色で赤が入っているので使いやすそうだなと思います。このシルバーもねいいですよね。でかかとがちょっとこうクッとなっている感じ、本当に速そうだなと思います。ランニング用で使おうと思ってるんですけど、かなりねこれは走りたくなるようなシューズですね。でさっきちょっとねカメラ越しで見てる時は分かんなかったんですけど、この補強のテーピングはやっぱり反射する素材で、紐もねこれ反射素材なんで夜とか走っててもね車のライトを反射してくれるので、そういう点も結構いいなと思います。
で、この内側のね、やっぱズームエアーって感じが本当にランシューを履いてますって感じがして、私は結構好きですね。この感じがやっぱファッションシューズ、ダンクとか AJ1 とかそういうシューズにはないアスリート向けのテックさのデザインが入っている感じがして、すごいいいなと思いますね。普段のシューズとはちょっとまた違う感じがするので、やっぱりね、ランニングをしてみようと思って、それきっかけで購入してみたので、新しいジャンルにチャレンジしてみると、ファッション的にもね、新しい領域が開けていくのかなという気がします。やっぱりね、でもこのね、良さっていうのは、見た目のかっこよさだけじゃなくて、履いた時、走った時に良さが発揮されると思うので、手に入れる機会があったり、試着する機会があったら、履いてみてほしいなと思います。はい、ということで今日は3月5日発売のエアーペガサスプレミアムっていう最新のランニングシューズを紹介してみました。また何かありましたら動画撮っていきますのでよろしくお願いします。バイバーイ。